今回の主人公は昭和の銀幕を駆け抜けた俳優市川雷蔵です。一体何本の映画を撮り続けたのか、そしてその先に待っていたのは誰も予想しない人生だった。それでは前半です。1968年の夏、京都の撮影所に異変が走った。市川雷蔵が撮影の途中で突然倒れたのだ。大映映画の看板スターが床に崩れ落ちた。彼の名前は市川雷蔵。生後6ヶ月で養子に出され、2度名前を変え、学校を自ら捨てて芸の世界に入った男だ。1931年、京都市中京区に生まれた。出生時の名前は亀崎明夫。しかし生後わずか6ヶ月で父の叔父にあたる歌舞伎役者三代目市川九段次の養子となった。本名は竹内義雄に改まった。まだ何もわからない赤ん坊の頃にすでに別の家の子になっていた。養父の九段次は不思議なことに雷蔵に歌舞伎の修行をさせなかった。歌舞伎の家に生まれながら芸を仕込まれない少年は普通に学校へ通った。海軍士官になりたかった時期もあったという。しかし近視がそれを阻んだ。医師になることも考えたが、やがてそれも諦めた。進む道が定まらないまま少年は中学校に通い続けた。転機は1946年15歳の時に訪れた。雷蔵は自ら学校を辞め、歌舞伎役者になることを決めた。誰かに強いられたわけではなかった。養父から押し付けられたわけでもなかった。自分で決めて自分で飛び込んだのだ。同じ年の11月、大阪歌舞伎座の舞台に市川円蔵という名で立った。それが雷蔵最初の舞台だった。その後、武智鉄次という演出家の下でスパルタ式の指導を受け、芸の土台をひたすら叩き込まれた。そして1951年、20歳の時、大きな転機が訪れる。武智は九段次のこのままでは検問が幅を利かせる離縁で雷蔵がうずもれてしまうことを案じた。その後、武智は子がなかった三代目市川久し海が雷蔵を養子にしたいという意向を持っていることを知る。そこで武智は関係者に働きかけ、この養子縁組を取りまとめることに成功する。そして三代目市川樹海の養子となり、八代目市川雷蔵を襲名した。ここで初めて雷蔵という名が決まった。生後6ヶ月で一度、20歳でもう一度、雷蔵は2度別の家の子になった。名前も家も2度変わった。それでも雷蔵は舞台の上で揺らがなかった。1954年、雷蔵の人生はまた動く。大映の映画会社にスカウトされ、映画俳優への転身を決めた。時代劇映画の全盛期、スクリーンに映える顔と所作を持つ歌舞伎役者は映画会社にとって喉から手が出るほど欲しい存在だった。デビュー作は花の白虎隊。同じ日、同じ作品にもう一人の新人が出演していた。勝新太郎だ。この時点でのギャラは雷蔵が1本30万円、勝新が3万円。10倍の差があった。当時の映画会社が雷蔵にどれほど大きな期待を寄せていたかがわかる。雷蔵はすでに歌舞伎で名を成していたが、勝新はまだほぼ無名だった。2人はこの作品から互いの存在を意識し始める。翌1955年、雷蔵は新平家物語に出演し、平清盛を演じた。これが大きな話題を呼び、雷蔵の名前は一気に広まった。その後も次々と主演作に恵まれ、スクリーンに雷蔵の顔が絶えない時代が続いた。
そして1958年、市川崑監督の「炎上」という作品で雷蔵の評価は決定的になる。金閣寺を焼いた青年の内面を演じたこの映画で、雷蔵はキネマ旬報主演男優賞とブルーリボン賞主演男優賞を受賞した。2枚目の時代劇スターというだけでなく、演技派としての地位を確かなものにした。その頃、大映では雷蔵と勝新太郎が並び立つ時代が始まっていた。映画記者たちは2人をこう呼んだ。勝ライスと、勝が勝新太郎、ライスが雷蔵。勝とライスは一緒に食べるものだからというシャレだ。2人は同い年で、デビューも同じ年。しかし性格は全く正反対だった。雷蔵は真面目で、どこまでも直線的だった。役に向き合うとき、雷蔵は徹底的に考え、積み上げ、準備した。勝新は直感で動き、点をあちこちに散らばめるような予測のつかない動き方をした。撮影監督の森田富次郎が2人の現場での様子をそう語り残している。1963年、その雷蔵に生涯の当たり役が訪れる。眠り京四郎シリーズ第1作の公開だ。元キリシタンの宣教師と武士の娘の間に生まれた混血の剣士、眠り京四郎。世を捨てたようなに昼里、ただならぬ剣の腕を持つ孤独な男。雷蔵にとってそれまで演じてきた役とは異なる手触りのキャラクターだった。しかし雷蔵自身、第一作の出来については後にこう述べている。京四郎という人物を特徴づけている虚無的なものが全然出ていない失敗作だったと。自分で失敗作と言い切れる俳優がどれほどいるだろうか。雷蔵はそこで止まらなかった。どうすれば虚無を体で表現できるか、役と格闘し続けた。そして1964年、4作目の眠り京四郎女陽剣で雷蔵はその答えを見つけた。虚無感、ぶっきらぼうな色気、ニヒルな佇まいがようやく一つに溶け合った。観客はその変化をはっきりと感じた。シリーズの人気は一気に沸騰した。円月殺法と呼ばれる独特の剣さばきもこの頃から強く印象に残るようになった。円を描くような刀の軌跡は観客の目に鮮烈な印象を焼き付けた。雷蔵はこうして眠り京四郎という役を自分の体に刻み込んでいった。失敗作と自ら言い切り、そこから役を作り直した雷蔵。雷蔵という男はどこまでもそういう人間だった。この先、彼に何が待っていたのか、それでは後半です。眠り京四郎シリーズが人気を確立してからの雷蔵を最もよく見ていた人間がいる。同じ大映の看板スター、勝新太郎だ。勝新は後に雷蔵の演技についてこう語っている。眠り京四郎をやるときに限り鼻の下がちょっと長くなるのね。思想を出すというのかな。人間死ぬ時の顔だね、あれは。とさらにこう続けた。立ち回りなんかも雷ちゃん顔で切ってたね。剣で切らないで顔で切ってた。と剣を持った俳優が剣ではなく顔で人を切る。それがどういうことか言葉では説明しにくい。しかしスクリーンの前の観客にはそれがはっきりと伝わっていた。雷蔵の眠り京四郎は12作まで作られた。最後の作品が公開されたのは1969年。なぜ人気シリーズが終わったのか。それは雷蔵が亡くなったからだ。シリーズは雷蔵の死によってそこで終わった。眠り京四郎だけではない。
雷蔵は忍びの者シリーズ、陸軍中の学校シリーズでも主演し、大英の屋台骨を支え続けていた。映画俳優に転身してから死ぬまでの15年間で、雷蔵が出演した映画は159本に上る。単純に計算すれば、およそ5週間に1本のペースで主演作を撮り続けたことになる。当時の映画は今とは比べ物にならない速さで制作された。台本を渡されてすぐ撮影が始まり、現場で覚えながら演じることも珍しくなかった。それでも雷蔵はどんな役にも手を抜かなかった。現場では常に準備が整っていて、監督を待たせることがなかったと伝えられている。真面目で直線的で妥協しない、それが雷蔵という人間だった。1968年6月、その雷蔵が撮影中に倒れた。冒頭でお話しした話だ。検査の結果は直腸がん。しかし本人には告知されなかった。8月に手術を受け、一旦退院した。家族は医師からこう告げられていた。半年余りの間に再発すると。雷蔵はそれを知らないまま回復を信じていた。退院後も台本を手元に置いていたという。また撮影に戻れると疑っていなかった。しかし体は正直だった。がんは肝臓へと移っていた。病状は日に日に悪化し、雷蔵はベッドから起き上がれなくなっていった。1969年7月17日、市川雷蔵は死去した。37歳だった。映画俳優としてデビューしてからわずか15年。最後の主演作の撮影から1年も経っていなかった。雷蔵の死からほどなくして大英もまた苦境に沈んでいく。カツライスと呼ばれた2枚看板の片方が消え、会社も大きな転換点を迎えた。勝新太郎は後にこう言っている。雷ちゃんがいなくなって大英は終わったんだよと。雷蔵と勝新は歌舞伎から映画へ移り成功した最後の世代だったと言われている。2人が活躍した1960年代は日本映画の黄金期であり、同時に終わりの始まりでもあった。テレビが普及し、映画館に足を運ぶ人が減り始めていた時代に、雷蔵はスクリーンの前の観客を引き止め続けた。雷蔵はこんな言葉を残している。役者というのはどんな役でも自分が納得できるまでやらなければいけないと。失敗作と言い切った眠り京四郎の1作目から役と格闘して4作目で答えを見つけた男らしい言葉だ。没後50年以上が経った今も雷蔵の映画は繰り返し上映されている。毎年のように回顧上映が行われ、若い世代の新しいファンが生まれ続けている。2025年には映画デビュー70周年を記念した市川雷蔵映画祭が開催されている。そして海外、ニューヨーク、パリでも雷蔵の映画は上映され続けている。スクリーンの中の雷蔵は今も思想を出しながら顔で人を切っている。生後6ヶ月で養子に出され、2度名前を変え、15歳で自ら学校を捨てた男が37年という時間の中に159本分の命をスクリーンに刻み込んだ。雷蔵が最後まで知らなかったのは自分の病名だけではなかったかもしれない。自分がどれほど愛され続ける俳優になるか、それもきっと知らないまま言ったのだろう。市川雷蔵37年の生涯でした。本人だけが知らなかったがん、台本を手放さなかった病床、顔で人を切った男の話。死後50年経っても新しいファンが生まれ続けるというのは並大抵のことではありません。それでは
また次回の主役でお会いしましょう。